とうとうたどり着いたのだ。奇妙な数式の目撃情報があったのはここで間違いなさそうね。しかしおかしいね。何もないみたいだけど。なんだこれは。1が0で割られている。こんなことしてはいけないのだ。確かにそうね。ゼロ序算は数学の世界で固く禁じられている。この数式はその禁忌を犯している。しかもその結果は無限だと主張しているわ。とんでもない式なのだ。まあ気持ちはわからなくもないけどね。0分の1イコール無限。この等式をそのまま認めることはできない。でもこういうことを言いたいんじゃないかな。どういうことかしら。では x 分の1という分数を考えよう。そして x を0に近づける。正確には x が正の値を取りながら0に限りなく近づいていく。この時分母は限りなく小さくなっていくので x 分の1は正の無限大に発散するのだ。でもこの式はあくまで x 分の1はどこまでも大きくなるというだけで正の無限大という数が存在するわけではない。単にプラス無限という書き方が便利だからこう書いてるだけなのだ。でも問題の式では1を0で割るとその計算結果は無限になるとはっきり書いてしまっている。ちょっとこれはいただけないね。ずんだもんの言うことはもっともね。でももし0分の1という計算が可能だとしてその結果が無限という何かになるとしたら、受け入れがたい話ではあるね。まあいい。とりあえず先に進もうか。さて次は1つ目の等式はさっきと同じやつだね。そして2つ目の等式はなんか1つ目と似ているけど今度は1を無限で割ると0になると言っているのだ。0と無限の役割が入れ替わっているわね。大きい数で割れば結果は0に近くなる。これも気持ちはわからなくもないけどやっぱり無限を一つの数であるかのように扱っているのが気になるのだ。でももしこういう計算が許されるならかっこいいと思わない？そうかな。次に進みましょう。これはなんかぐるぐる回ってる。一体何がしたいのだ。っていうかこれって無限と関係あるの？ちゃんと見て。ここでは円周上の点と X 軸上の点が対応しているわ。確かに2つの点が連動して動いてるね。X 軸を数直線として考えると X 軸上の点は実数全体を動いている。2つの点が連動しているので円周上の点も実数と対応していると言えるわね。ただしある1点だけが例外になってるのがわかるかな？どこだろう？もしかしてここ？その通りよ。X 軸上の点をはるか遠くに取ればこの点にいくらでも近づくことはできるけど決して一致することはないからね。そこでこの点に対応する仮想的な点を無限円点とみなす。あるいは X 軸と円周を同一視することでこの点自体を無限円点とみなすことができるわね。そうなの？わかるようなわからないような。ここまで単に無限と呼んでいたものはこの無限円点のことだと言える。この解釈では正の無限大と負の無限大は区別されない。無限円点は一つしかないからね。そして数直線は無限円点を通してつながっている。図で表すとこんな感じになるわ。ここでは数直線を円周の形で表していて正の方向に進んでも負の方向に進んでも無限円点に近づくことができる。だいぶ直感的なお話ではあるけどね。まあそういう考え方もできるってことなのかな。でもそうすると何かいいことがあるの？応用はたくさんありそうだけど、例えば y イコール x 分の1のグラフを考えましょう。これはとても基本的なグラフの一つだけど x イコール0で定義されないという厄介な性質を持っている。でもここで0分の1イコール無限と考えることにすると0分の1というのはy イコール x 分の1において x イコール0の時だね。つまり0分の1イコール無限と考えることにすれば y イコール x 分の1は実数全体で定義できるってことなのかな。そういうことになるわね。ここで正の無限大と負の無限大のどちらを取ればいいのかということを悩む必要はないわ。無限円点は一つしかないからね。確かに。また0分の1イコール無限という等式の代わりに無限分の1イコール0という式を考えると y イコール x 分の1において x イコール無限の時その値は0になるとも考えられる。無限円点は一つしかないから右か左に無限に進めばいいんだね。さっきは上下の話だったけど今度は左右の話なのだ。対照的で面白いわね。でもなんか今回の話は怪しい気がするのだ。
とりあえずこの点を無限円点とみなすという考え方があることは分かったけど、だからって無限が存在すると認めるわけにはいかない。この点に対応する X 軸上の点はどこにも存在しないのだ。それにこれまでの説明だけだと、1を0で割ったら無限になる理由もはっきりとわからないし、どうも納得できないのだ。まあ確かに、ここまでは直感的な理解が優先されていたので、あまり厳密な議論ではなかったわね。無限が存在するかという問いは哲学的な疑問でもあるけども、数学的な回答として少なくとも言えることは、実数で無限を構成することはできるわ。実数で無限を構成する？どういうこと？正確に言えば、実数とその計算ルールをもとに、無限の計算ルールを厳密に再現できるということね。つまり実数の存在を認めるならば、無限と呼ばれるものの性質を満たす対象の存在が証明できる。そんなこと本当にできるのかな？じゃあ実際にやってみましょうか。基本となるアイデアは比を使うということよ。例えば1対2の比をこのように表すことにしましょう。今回は比をカッコでくくるけど、一旦気にしないでね。これは比なので、両方に同じ数をかけても比としては同じものになるわ。それはそうだけど、これと無限に何の関係があるのだ？まあもうすぐわかるわ。ここで実数 x と x 対1という比を同一視しましょう。もしこれらを同一視することに疑問を感じるのであれば、単にこの比を省略して x と書いていると考えても大丈夫よ。また分数の記法を流用してこの比を1分の x とも書くことにしましょう。分数のように書いているけど、あくまで書き方の問題なので、実際は比を表しているわ。またこれはこの動画内で使うローカルな記法なのでご注意くださいね。まあでもそう書けば x と1分の x が対応するから直感的だね。さて x と x 対1が対応するので、特に0は0対1と対応することがわかる。これはちょっと不思議に思うかもしれないけど、比を構成する2つの数のうち片方が0であったとしても、今回はこれを比として認めることにしましょう。このあたりは正時座標という概念を使うともっと厳密に議論できるけど、とりあえずここでは0対1という比があると考えるわね。これを分数の形で書けばこうなるわ。さていよいよ来たわね。では無限をこのように定義しましょう。これが無限？ただの1対0という比なのだ。どういうこと？これを分数の形で書けばこうなるわ。これは0分の1が出てきたのだ。何度か見かけた式と同じ形ね。ただしこれは分数の形をしているけど、0で割り算しているわけではない。あくまで1対0という比を表しているだけなので、こういう比を定義すること自体は可能よ。まあそうだけど、なんかあっさりしてるのだ。注意点として、ここでは0対0を比として認めないことにしましょう。直感的な理由を挙げるとすれば、0は何倍しても0なので比としてあまり意味がないし、分数の形で書けば0分の0という不定形の一種になるからね。ただし実際はこれは定義の問題だと考えてほしいわ。0分の0を定義する試みもある。でも本題からそれてしまうので、今回は0対0は禁止とさせてもらうわね。よくわからないけど、それで OK なのだ。さて実際に無限を使って計算してみましょう。x を実数として x と無限をかけると、まず x は1分の x という比と同一視しているのだった。そして無限は0分の1と定義していたわね。ここで普通の分数と同じように2つの比の掛け算を実行するとどうなるかな？普通の分数と同じように計算していいの？だとすると分子同士をかけて分母同士もかければいいことになるね。つまり結果は0分の x となるのだ。そういうことになるわね。でも分母に0があるまま分数の計算を進めちゃってるけど、本当にそんなことしていいのかな？確かにこれは気持ちとしては分数の計算なんだけど、実際は2つの比をもとに新たな比を計算しているだけなので、0で割っているというわけではない。なので安心して計算して大丈夫よ。了解なのだ。ここで x が0でないと仮定しましょう。するともう分かったのだ。x が0でなければ分子と分母を x で割っても比としては変わらない。そしてこれは無限の定義に一致しているね。よくやったわ。ずんだもん。まとめると x と無限をかけると答えは無限となった。ちなみにここで x は0でないと仮定しているけど、0と無限をかけた場合は途中の説明は省略するけど、同様の計算を進めてこのような結果になるわ。
そしてここで0分の0という未定義の値が出てきてしまう。つまりこの計算自体が無効ということね。0と無限をかけることはできないのか。まあこのあたりは流儀の問題でもあるので、あくまで今回の方法において計算の整合性を重視した場合は 0× 無限が未定義になると考えてもらえれば OK よ。承知したのだ。次に実数 x と無限を足した結果はどうなるかな。多分無限になるのだ。いやまあそうなんだけど、ちゃんと計算して確認しましょう。x は1分の x と同一視していて、無限は0分の1と定義されていたね。ここでも分数の足し算と同じように計算を進めるなら通分すれば良さそうだね。つまり分母を揃えて1分の x はこうなって0分の1はこうなるから、整理すると答えは0分の1、つまり無限となるのだ。期待通りの結果ね。無限を足すと結果も無限になる。この無限は私たちが期待する性質をちゃんと持っているみたいね。ちなみに無限同士の足し算や引き算はどうなるのかというと、無限マイナス無限を計算するとまた途中は省略するけど同じような計算を進めていくことで結果は0分の0となり、この計算は無効となる。つまり無限マイナス無限も未定義となることがわかるわね。無限マイナス無限も不定形と呼ばれる形の一種だから、計算結果が0分の0という不定形に落ち着くのはなんか納得できる気がするのだ。同様に無限プラス無限も計算すると未定義になることがわかるわ。もともと無限に正負の区別がないから、引き算がダメなら足し算もダメということね。なんか不思議なのだ。無限プラス無限は無限だと思ったのに。確かにそう考えると便利なことがあるかもしれないけど、これについても今回は計算の整合性を重視したからこうなるという感じね。そういえば無限同士の掛け算はどうなるのかな。ちょっとやってみるのだ。無限は0分の1と定義されているから、分数のように計算するとこうなるね。これはつまり0分の1となり、結果は無限となるのだ。無限同士の掛け算は無限になったわね。無限同士の足し算はできなかったのに、ますます不思議なのだ。最後に今回問題となったこの等式を証明しましょう。証明と言われても、これって無限の定義じゃないの？まあそう考えてもいいけど、実はちょっとだけ違うのよね。試しにこの式を計算してみて。ただしここでは簡易的に0分の1と0のマイナス1乗は等しいことを認めましょう。マイナス1乗は逆数のことだったね。0は1分の0という比と同一視しているから、この式を計算すればいいことになる。ここでも分数と同じように計算できるものとして逆数を取ると分子と分母がひっくり返るね。すると無限になったのだ。素晴らしいわ。ずんだもん。これで等式が証明できたことになるわね。証明ってそういうことだったのか。何をしてるかよくわからなくなってくるね。ところでちょっと補足だけど、厳密には今回定義した足し算や掛け算といった各演算の結果が一位的であること、いわゆるウェルディファインド性というものを証明する必要があるけど、ちょっと専門的なお話になりすぎるので省略させていただきました。なんか難しそうだからいいや。さて今回は無限円点というものを導入したけど、実はこのお話には続きがあるわ。円周と直線を対応させるこの考え方を実数から複素数に拡張すると、球面と平面を対応させることができる。ここで平面上の点が一つの複素数を表していると考えると、球面が複素数全体と対応しているわね。ただし実数の場合と同じく、この点だけはどの複素数とも対応していないので、無限円点と考えることができる。そしてこれはリーマン球面と呼ばれているわ。よくわからないけど、とりあえずかっこいい名前なのだ。また今回は実数全体に対しただ一つの無限円点を加えたので、正の無限大と負の無限大という区別はなかったけど、実数全体にプラスマイナス無限を加えた体系を考えることもあり、ここでは正の無限大と負の無限大が明確に区別されるわ。そんなのあるんだ。無限っていろいろな考え方があるんだね。よし、これで今日から堂々と0で割り算できるのだ。よかったわね。でもちょっと変わった目で見られるかもしれないけどね。望むところなのだ。それでは皆さん、ごきげんよう。ではまた。